チェンバーボーン。建材見積もりを見誤り丸太と板の在庫が全てなくなるもなんとか水道橋の汲み上げポンプを完成させた我らがビーバー。これで水を高い位置に運べるぞ。水源まで続く長距離水道橋を建設するのだ。現在9日の換気に入り、進捗はこんな感じ。空中からぶん投げる足場が完成し、基礎の支柱工事中。丸太と板の在庫は回復傾向だけど、今の設計で建設するとまた資材足りなくなるかも。まあバカでけえしな。てなわけで水路部分は突出部&防水フロアから地形ブロックに素材変更だ。まだ支柱部分の工事中、今なら設計の変更ギリ間に合うぜ。基礎となる突出部も限界まで節約。耐久性なさそうなずさん手抜き工事。ビーバー建築基準を最低限満たしゃよし。突出部が少なすぎて怖え。地形ブロックは3マスまでなら支えがなくても大丈夫。だから多分大丈夫。水が染みたら崩れそうな見た目だ。取り間こんな感じかな？こんな感じ言われてもわからんが、突出部が減ったから板はかなり削減されてそうだ。あ、これもっと資材減らせる。品質なんぞ気にしねえ。たっとったら永年の悪徳施工業者が誕生。そこまで悪質じゃないよ、多分かよ。これが今の私が考えうる、ギリッギリ建材の水道橋だ。工事の工数も減ったから完成も早くなるかな？設計やり直しで30分、地味に疲れたよ。お疲れさん。設計は完成させた。さあビーバーたちよ、完璧な施工で私の設計が正しいことを証明するのだ。設計通りに建てれるかな？さてビーバーが建設してる間は葉っぱでもしてのんびりして待ちましょ。葉っぱジャンキーのチルタイム。などとゆっくり待つのは性に合わねえ。足場前までジップラインを延伸だ。ゆっくりしてないゆっくり実況。土砂の運搬効率を上げるため連続組み上げポンプ前に、土砂を取り寄せる用の資材置き場を設置。運搬員が運び建設作業員が使うリレー方式。さあチームワークを駆使して、サクッと水道橋工事を進めるのだ。はっぱー。水道橋が完成すればここも緑地化される、立体植林場予定地の整地も同時に進行だ。そういや立体植林場作るうんぬん言ってたな。以前遺跡解体に使ってたけど今は無用になってたジップラインの駅の接続を解除したことで土砂採掘機前の接続ポイントが確保できたので、さっきの土砂を取り寄せ資材置き場前に駅を追加。現状土砂運ぶの紅葉区経由の遠回りだったんだよな。もっと早く作っときゃよかった。後の祭り。駅も完成してものすごい勢いで建設が進んでおります。建設足場も完成してるから、この調子なら数日で水道橋の延長が終わりそうだ。ものすごい勢いで建設作業員が土砂を運び、ものすごい勢いで運搬員が補充するの見てるだけで楽しい。あっという間に土砂枯渇しても、あっという間に補充されるのが頼もしいぜ。見事なチームワーク。完璧なお仕事。はっぱー。ビーバーたちに負けてられん。私も完璧な葉っぱを。2個もミスってんじゃねえか。シェー。地下まで植林場にはしないけど、1階層目から植林予定なのでアクセス用に橋建設。働け働け我が精鋭、全力で行けー。地上と空中を巧みに使い分け、効率よく作業を進めるビーバー。だというのにお前というやつは、みんながせっせと働く中がっつりサボっております。たて我が同胞、仕事がないというのなら私が作ってやろう。てなわけで水道橋建設と同時進行で立体植林場の建設も開始だ。測量開始。今回も家の上に地形ブロックを乗せる工法を使うつもり。家の上に限界まで地形ブロックを乗せるとこの範囲。これと水道橋の緑地範囲を考慮した設計を目指すよ。結構難しそう。設計思想としては水道橋の柱から土砂ブロックを突き出させその上に突出部&土砂。でそれで届かない部分を家でカバーする感じになりそう。これなら必要な突出部はこれだけで済む。丸太板鉄の消費は極力抑えられそうだな。当社自慢の建材節約のローコスト設計。ただ家建てるにはマップ端っこなのでアクセス悪し、駅は目の前に作ってあげましょ。ドアプードア。2階層以降も地形ブロックを追加でせり出させれば斜めでの接続ができることを確認。だがこの後忘れて足場でゴリ押しする。ほえー、で植林するための森板の詰め所を設置しようとしてふと気づく、置き場所がないと。駅の隣は階段が邪魔で無理。終わった。駅の位置とか変えて考えるもうまくはまらない。っていうか並べるとジップラインも通せない。地形ブロックもこれ以上は伸ばせないしこりゃ困ったぜ。斜め移動も無理か。発想の転換、森板の効率は落ち植林面積も減るが詰め所を奥に設置しよう。これならジップラインの邪魔にならん。
こんな感じになりそうろー。階層ごとのひな形ができた。あとはこれを積み重ねるだけだぜ。しかしここまで作って気づいてしまう。ジップラインが邪魔で土砂ブロックがせり出せないと。これはもう完全に設計ミスと言わざるを得ない。1時間もかけて設計したのに。糸かなし。畜生あと1マス天井の高さに余裕があればなんとでもなったのに、全部やり直すぞー。限界ギリギリを狙いすぎて建設許可が下りなかった、悲しきローコストハウスメーカーの末路であった。てなわけでダブルロッジの上にロッジを乗せて、高さを一マス上げて再建設することにしました。ぐぬぬ。2階に上がる階段の位置とドアの位置が合わぬ。はい、またやり直し入りまーす。建設前なら壊さなくてもドアの位置くらい変更させてよ。仕様です。立て直し時にひらめいたので新技術を導入。空き部分に垂直シャフトを使い動力が通るようになりました。だが使用用とは考えてないビーバー脳であった。この螺旋階段の見た目気に入ってたのに、駅は設置できるけど階段が邪魔で森番の詰め所に入れない。また欠陥住宅かよ。ぐぬぬぬぬー。1階をロッジにして2階をダブルロッジ。でこう駅前の方にすれば駅に隠れる感じに。これならアクセスも確保できて見た目もそれほど悪くなさそう。しかしこうなると。畜生また最初からやり直しじゃないかー。がっつり設計作り込んでは白紙に戻すを繰り返し、レイムの MP はゴリゴリ減少していったのであった。さっき設計した時はここに走らなくても平気だったはずなのに、なぜか地形ブロックが設置できない。めんどいからもうここ柱ありでいいや。冷静な判断力を失ってしまったビーバーの王。とりあえず、こんな感じになりそうろー。ネックだった2階層目の駅の設置も無事できた。ただこの設計だと支柱となる A 部分が完成しないと、地形ブロックも建設できないのでこのままじゃ建設不可。なので駅を消して家建てる用の足場を建設。もう効率なんて関係ねえの脳筋ゴリ押し足場だ。では隣にも同じものを。あれ？はい、左と建物の間隔が一マスずれてます。畜生くさー？家の位置が一マスずれてた。柱が必要になったのもこれのせいか。問題を棚上げした結果2度手間。これが悲しきビーバー脳の定めであった。さあ超疲れたけど設計完了。お座りしてたビーバーよ。仕事を作ったぞ。今度はお前たちが頑張る番だー。なおちょっとビーバーの仕事作るだけのつもりが、リアルで2時間もかかった地味むず設計だった。これが完成すればかなりの丸太が生産できるね。森番の詰め所のビーバーがこれ完成したら職を失うのではないかとそわそわしてます。その可能性は否定できぬ。立体植林場建設現場へのジップライン建設ついでにちょいと道も整備。地味に遠くて深夜残業ビーバーが多発。新しい工事現場できたのにまだサボってる子がいるね。まあアホほど建設作業員の子やあるからな。建材ケチりすぎて同時に作業できる場所が少なくなっちゃったのも失敗だったよ。逆に足場のあるこっちの作業は7日足らずでほぼ完成してるぜ。この足場を使う作業は終わったようだ。ブリスカご苦労だったな。さて若干板の在庫も心もとない。早速買いたい。おい待てまだ上にブリスカが。ああなんてひどいことを。よし、これを今回のサムネにしよう。やったねブリスカ、YouTube デビューだね。うっかりミスだけどいい絵が撮れました。そして時は動き出しブリスカはどこへともなく消えていった。彼のその後を知る者はいない。元気に暮らしてるよ、多分。足場がなくなり現場も遠くなったのでジップラインを見直し工事。建材を取り寄せ駅と接続して工事の効率アップ。最前線にも駅を作りそこからさらに追加の足場の建設を開始。完成したら水路の延長工事もはかどるぜ。いい感じにジップラインが整備され、サボりビーバーが絶滅して作業員はフルスロットルの大繁盛。ビーバー、ずらー。遠目で見るとこんな感じ。ビーバーたちがわちゃわちゃ作業してる姿は見てて飽きないな。かなりごちゃついてるけどジップラインもいい感じに使ってくれてそうだね。だな。いのーちの水。9日間の換気が終了。って今回まだ9日しか経ってねえのかよ。設計こだわりすぎた&ビーバー建設早すぎの結果でありまーす。ジップラインのつなぎ直しでルートが確保できたので、こちらの足場も撤去して資材に戻しましょ。廃材使い回しのドケチ親方。はいロッジ完成したからルート確保のためここの足場も撤去ね。夜中にやるなよミニキーだろ。反省してまーす。そんな反省の気配すら感じられないビーバーの暗くてロッジの完成を見間違えていた。ほえ？
む、水道橋の追加足場工事が終わるまで同時作業ができず、またビーバーたちが暇になりそうだ。立体農場も足場のうっかり破壊で建設工事が停滞中。よろしい、ならば3階層目も同時に建設するぞー。何度もミスって設計し直しを繰り返したから、1階層追加の設計なんてあっという間だぜ。ってちょい待てー、森番の詰め所が建設できないじゃないか。答えは簡単。真上に水路があるからです。じゃ見た目若干ダサくなるけどもうここでいっか。めんどくさくなったダメ親方。そして家を設計してる途中で気づいてしまう。これ地形ブロックの高度限界一マス足りてないと。これが無計画なくるみサイズのビーバー脳だ。畜生ここまで作ってさすがに最初からやり直しは無理だー。なおロッチ一つ削れば地形ブロックも置けなくないが緑地範囲は少し狭くなります。もうこれでいいや。意味もなく繋いだ動力シャフトを森番の詰め所で隠蔽した偽装建築のずさん施工。見えてねえから多分大丈夫だ。こらこら。駅も完成したので上からぶん投げ工事もできるようにクレーン代わりの橋を建設。しかし完成した地形ブロックの下はさすがのビーバーたちも工事不可能。すでに MP 切れのレイムさん、もうまともな状況判断ができない状態であった。行けビーバー、数の力で一気に全てを完成させるのだー。ビーバー、ずらー。あとはのんびり建設風景でも眺めてまったり待ちましょ。だな。水道橋工事の足場を高度限界まで延長。中身がすっかすか水道橋はローコストだから足場ができればほぼ完成したようなもんだぜ。なんか建設進まないなぁと思ったら、ロッジまだ完成してなかったんか。やっと気づいたか。先行して家完成してた部分はジップライン駅が完成。で駅横に新たに3階層への足場を建設。足場だけでも工数多いな。無理な設計がたたって、かなり工事しにくい建造物になっちゃったよ。やっべ、地形ブロックは上から投げ込み工事するとハマるんだった。シーズン6のデスマウンテン編で植林場作った時にもやらかした案件であった。地道に工事の一時停止。したけど時はすでに遅し、個別に足場を作って対応しなきゃだよ。一つの突出部作るためだけにこの足場。などと個別の指示出してる間に水道橋の足場が完成。さあ延伸工事を始めるぞー。あっちへこっちと奔走する匠。待たせたなビーバーよ、新たなお仕事の時間だー。これはそこそこやりがいあるお仕事になりそうだ。だと思ったんだけどすぐに帰ってきたビーバー。大工仕事は奪い合い。2階層目から工事できそうなのにやってくれないので夜な夜なこっそり足場を発注。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。上の分投げ用足場もない方がいいかな？長時間プレイでもはや正常な判断力を失っている、くるみサイズのビーバー脳であった。この部分なぜか建設してくれない。原因不明だけど一旦取り消して再指定してみるか。だがその後なぜか建設指示すらできなくなったの巻。原因不明の問題を探ってたらさらなる問題が発生するとは。建設途中の部分を取り消して再度設計し直しなどもしたけどなんともならず。ビーバー建築基準法には従ってるが手抜き工事すぎてついに行政からの停止処分が来たか。そんな。もうこれでいいや。ニッチもサッチもいかず業を煮やし、超適当な工事でごまかしたずさん施工するレイムであった。こんな足場本来いらないはずなのに、ってこれ壊せるんかーい。散々悩まされたのに、これ多分バグの類だ。寒気が来る前に立体植林場がちゃんと緑地化できるか確認したいので、水道橋の途中に堤防を建設。理由はわからない。だがここに足場を作るぞ。花粉症の頭痛と長時間プレイでもう完全にバカになってるビーバーの王。ぐぬぬぬ、この足場はこっちにも橋を作って中央のロッジを建設する予定だったのに家の階段が邪魔。じゃあ家の階段の建設予定消せよ。めんどい。何度もやり直し設計を行ったことでいつもの5割増しでわがままになってるレイム。ぴゃー。いつもは効率にこだわるくせに、もう完全に脳筋ゴリ押し足場広報頼りになってる親方。そんな感じで工事の進捗がはかどらない中寒気の警告。水道橋は気持ちいいくらい進んでるのに、立体植林場の方はどうにも足踏み状態。水道橋ポンプ、スイッチオン。理論上はこれで立体植林場が全て緑地化されるはず。植林場に建てたロッジでビーバー増加、無職が増えたのでさらに建設作業員増しまーし。すでにしれっとビーバー459匹、目標の500匹も気づかぬ間に到達してそう。終了時間外になり組み上げポンプが稼働。動力節約のため稼働してるのは一列のみ。その結果がこのありさまである。使用時間になっても植林場まで水来てないじゃないかー。昼間は光力の動力使うからポンプは停止な。また夜まで待たなきゃだよ。
ほんとあんたらって子は、安定の立ち往生。はよ森へお帰り。はい、休憩は終わりだ。先ほど建設始めた足場がもう役目を終えました。今回も7日程度しか使ってなかった模様。やっぱ早いな、スッカスカ水道橋設計。ジップラインも延伸してサクッと進めちゃいましょ。次のサイクルで水源まで到達できるかもしれんな。夜のいのちの水。暗くて見づれー。が立体植林場が緑になった。こんな感じになりそうろ。建設現場がぐっちゃぐちゃで収集つかなくなってるが、立体植林場完成すればしっかり使えそうな感じだな。予想以上に苦戦してるけど一応なんとかなりそうだね。こっそり3連起動にしてたので手動で停止処理っと。あ、お前何こっそり3連起動にしてんだよ。そんなことしたら、重力バッテリーさーん。重力バッテリーとの撃沈。水道橋が完成しても動かすための動力は全然足りなさそうだ。まあ水道橋に水車か風車でなんとかなるっしょ。適当だな。真ん中のクレーン代わりの橋、やっぱ階段が邪魔でダメか。ダメと分かってても実行してやがる。お前もう頭バグってるから休んだ方がいいぞ。あばー？寒気が来るぞー。では設計不具合やバグっぽい挙動に翻弄されつつもある程度進んで換気になったので今回はここまで。今回の換気は7日間、まあ楽勝だな。朝一番からダッシュで現場に駆け込むビーバーが可愛いと思っていただけたら、ハイプグッドボタンよろしくお願いいたします。ビーバー、ずらー。あんな植林場完成したら俺どうなっちまうんだと戦々恐々する森版ビーバーなど気にせず工事を進めるレイム。大規模工事も進み様変わりしていく街。果たしてこの先ビーバーたちにどんな運命が待っているのか？そして暇そうな大工さんたちに新たな仕事は生まれるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。